今回の動画は2026年7月25日に大陸版にて行われたサマーカーニバル特別通信2026の内容をまとめたものとなります。新たなサイドストーリー、やがて大地が一粒のライムになるその時までの開催が予告。今回のイベントの主人公となる人物はアンジェリーナで、舞台はレムビリトンとなります。年代は1102年夏、ロドスの再建が完了した後の時期。ロドスは観測データを記録する設備を設置し、遠隔通信技術を用いてロドスに近い北部地域を経由してデータを取得する予定でした。しかし、レムビリトンにて突如発生した大規模通信障害によって、南部にある設備はロドスと通信ができなくなってしまいます。そんな状況で、アンジェリーナは連絡役を引き受けて05航路を南へと進むことに。そんな旅路の中で、アンジェリーナにどんな出会いがあるのかというのが今回のストーリーのあらすじとなります。今回実装されるオペレーターは4人。1人目は星5術師早期術師のタイムスロット。2人目は星5戦法騎手のジャシンタ。3人目は星6重装本源エジのサンピー。サンピーは通常オペレーターとなります。サンピーは侵食損傷を与えるオペレーターで大陸版では2人目。侵食損傷は元素爆発時5000の元素ダメージと永続的に重複可能な防御力 -120 を敵に付与します。サンピーは自身が受ける元素損傷はカットしながらも敵には侵食損傷を与えた上でクールダウンを短縮。さらに侵食爆発が発生すると防御力上昇とシールドが付与されるという素質を有します。スキル1はスキル発動中、攻撃力と防御力が上昇。ブロックしている敵全員を攻撃し、突き飛ばしを行うという効果。スキル2は攻撃力と防御力が上昇。サンピーの前方配置可能な4マスに接着剤を散布して、接着剤が散布されているマスにいる敵に一定割合の物理ダメージと短時間の足止めを付与。さらに他のオペレーターがこのエリア内にいる敵に物理ダメージを与えると、サンピーの攻撃力の一定割合の侵食損傷を与えるという効果。スキル2のデモがこちら。接着剤が散布されるマスは直線上である必要はなく、マス目があればそのマスに形を問わず散布する形。この上にいる敵は足止めによって移動速度が減少し、侵食損傷によって防御力がどんどん下がっていくことになります。また、他オペレーターから物理攻撃を受けた際に侵食損傷を追加で受けるので、アルケットやエクシアなどとの相性が良さそうな雰囲気です。スキル3はスキル発動中、ブロック数が増加。ブロック中の敵をすべて攻撃するようになり、攻撃力と防御力が上昇。自身の前方4マスにベルトコンベアを展開し、重量が4以下かつ、ブロックされていない敵を一定速度で自身の方向に引き寄せ、コンベアの上にいる敵は、毎秒攻撃力の一定割合の物理ダメージを受け、侵食爆発時、防御力がさらに低下するという効果。スキル3のデモがこちら。スキル3によって発生するコンベアは継続的に引き寄せる形なので、大量の敵を継続的に自身の方向に誘導することが可能。重量が4以下という条件はありますが、映像を見た限りではコンベアに乗った敵はまず逃れられないようです。そのため、ステージ次第では全ての敵を穴に落とすといったことも可能に。また、敵の移動ルートが複数ある場合は、無理やりサンピーの方向に移動させることで敵をまとめるといったゲートも可能。敵がまとまってしまうというデメリットはありますが、範囲攻撃系と組み合わせればルートの片方は守らなくても良いといった戦法も可能になるかもしれません。4人目は特殊準空射オペレーターのヨガン・アンジェリーナ。ヨガン・アンジェリーナは限定オペレーターとなります。ヨガン・アンジェリーナは自身が離陸状態の時に敵の重量を下げ、さらに重量が軽い敵には追加の術ダメージを与える素質と、離陸状態の味方の攻撃力上昇効果と、ブロック中は HP が回復する素質を有します。スキル1は配置後即座に離陸状態となり、攻撃範囲が拡大、攻撃力が上昇、2体の敵を同時に攻撃するようになるという効果。スキル2は攻撃範囲拡大、前方に離陸した後に滑空し、通過した時にいた空中の敵は地上に落とし、地上にいた敵は浮遊させ、自身の攻撃間隔が短縮、攻撃力が上昇、通常攻撃が術ダメージとなり数体の敵を同時攻撃するという効果。スキル2のデモがこちら。映像を確認した限りでは、浮遊または地上に落ちた敵はその場から動けなくなり、かなりの長時間実質的なバインド状態が付与されるようです。また、同時に浮遊または落下する敵の数も制限がない様子。範囲は見た限りでは速射種と同じものとなっているので、発動に必要な SP 次第ではありますが、クラウドコントロールスキルとしてはかなり扱いやすそうです。また、落下攻撃はボスに対しても有効で、空中に浮遊している敵を無理やり地上に引き下ろすことで強力な地上オペレーターの攻撃を見舞うことも、当然対空攻撃可能なオペレーターも攻撃できるので、一気に大火力を叩き込むといった運用ができるでしょう。
スキル3は即座に離陸して攻撃力が上昇、対空カゴを獲得、攻撃範囲が拡大、自身の周囲8マスを追加攻撃範囲とみなして複数の敵に一定割合の物理ダメージを与え、さらに飛行敵を追加で1体攻撃、範囲内の飛行敵は移動速度が低下、元のスキル範囲内でブロックされていないブロック可能な敵が存在し、自身が敵をブロックしていないのであれば、その敵がいるマスに移動して攻撃を行うという弾薬スキル。スキル3のデモがこちら。スキルテキストを見た限りでは敵のブロックもできる赤人名称チェンのスキル2といったところですが、無限に自身がもともといたマスから離れて攻撃していくというよりも拡大した攻撃範囲内にいる飛行敵の殲滅に特化したスキルといった印象。そのためあらぬ方向にアンジェリーナが飛んでいくといったことはなく、事故は発生しづらそう。また弾薬スキルではありますが、目視した限りでは弾薬数は30発前後とかなり多め。アンジェリーナは敵をブロックするために移動するだけであり、攻撃範囲自体が敵を攻撃できる範囲となっているので、特に飛行敵に対する最終防衛ラインとして機能してくれそうな雰囲気です。続けて同時期に実装される専用コーデを紹介。まずはティッピから。続けてキララ。结局吗？我还没有想好。这个童话的结尾，交由明晚的我们继续想象吧。ダメです。こんなに早く寝たくないです。3人一緒なんてめったにいないんですから。小さい時みたいにみんなでお話をしませんか？私、一つ用意してきたんです。2つのあったかい火山雲のお話です。続けて残壕星熊。こちらはアニメーション付きとなります。各種キャンペーンなどの紹介。いつもの24連無料スカウトとおみくじは今回も開催。100連ガビルは今回のリミテッドスカウトから、欠場テキサスは11月に開催される感謝祭典より天井が200連に減少します。ここ最近は恒例のオペレーターからのプレゼントメールは今回もあります。ここからは新たなイベントの予告。新イベント寄贈順天は8月8日より開催。このイベントはこれまでのイベントとは異なり、オンラインマルチなフィールドを駆け回ることができ、フィールド内にある草むらに入ることで敵ユニットとエンカウント後はステージをクリアして敵ユニットを倒すことで捕獲することが可能です。捕獲した敵ユニットは図鑑に登録されコレクションしたり、他のプレイヤーとは敵ユニットと戦わせることも可能。何とは言いませんが、この動画を見ている方が大方想像しているであろうゲームができるイベントです。なお、このイベントではアコルトの専用コーデを獲得することができます。ドリーと遊ぶミニゲームも実装。今回のイベントではドリーは敵味方問わず全てモコモコの中に隠してしまい、プレイヤーはヒントからそのモコモコに隠されているものが何なのかを当ててステージを攻略していくことになります。運試し要素もありますが、ヒントもあるのでこのヒントを用いて想像するのが攻略のコツとのこと。なお、このモコモコを一気に吹き飛ばすボタンもあるので、本物の運試しをしたいのであれば押してみるのもいいかもしれません。法師突破の新たなシーズンも告知されました。今回のシーズンでのボスとなるエリートオペレーターはタッチになるとのこと。タッチは自身の原初の記憶を利用して特殊な敵を召喚、こちら側に競争損傷を与えてくるようです。史蔵博物館の新イベントの開催も予告されました。前回あった超級キャッチャーはさらにパワーアップし、ミニゲームも追加されるとのこと。統合戦略7のコンテンツアップデートも予告。今回のアップデートは新たな文体や秘宝、パーツなどが追加されます。ここからはシステム面の追加要素。次回アップデート以降は大理石がこれまでの6回連続から10回連続に増加。イベントステージであれば理性を一気に210消費することが可能となります。16章などで追加された記念品は別タブに移動され、印などの一部アイテムはロックしたり保管することが可能となります。基地には新たに回収ステーションが追加。オペレーターを最大で2名までは配置することで素材を生産することが可能となるとのこと。なお、この素材生産の際には一切の素材消費は発生しないようです。ただ、素材生産は不要な素材を投入することで加速させることができるので、余った素材をリサイクルできるリサイクルステーションとしても活用できるでしょう。今回のアップデートでフレンド枠は125人から150人に増加。さらに QR コードを用いてのフレンド登録も可能となります。ペルソナ3リロードとのコラボが告知されました。
今回のコラボはサイドストーリー形式で展開されるとのこと。イベント期間中はこれまでのコラボイベントよりも多い30回分の無料スカウト券が配られ、配布オペレーターとしてコロマルが入手できるようです。コラボイベントの開催時期はスカウト券の消費期限を見るに9月4日頃となるでしょう。バグパイプ、マウンテン、フィアメッタ、ナイチンゲールのどれか1人と交換できる招兵指名権やアイコン、名刺に使える背景やステッカー4種などもログインすることで入手可能です。剣士協定の新バージョンの開催も告知されました。こちらは今年の後半に開催予定とのこと。また PC 版ではさらなる改修内容としてプレイ中に他のプレイヤーの状況を確認できるようになるようで、いわばマルチ画面が可能となるようです。最後に PC 版の改修内容の紹介。PC 版では新たにスクリーンショット機能が追加。さらに PC 版とモバイル版の両方のログイン画面にはゲーム設定画面が追加され、音量変更や PC 版では解像度の変更がログイン前に可能となるようです。以上が大陸版サマーカーニバル2026特別通信の内容の紹介となります。ご視聴ありがとうございました。